はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございますの方もいらっしゃいますかな。さて、晩酌説明のコーナー第4回ですよね。やってまいりました。さて、今回のお料理なんですが、こちらからいきましょう。パスタですね。おそらくじゃなくてブロッコリーですよね。ただ茹でただけのブロッコリーじゃなくて味をつけたと思うんですよね。結構前の料理なのでちょっと記憶もおぼろげではあるんですが、確か以前にこの晩酌の回の第2回第3回でお話ししたかと思うんですけれども、うちのほにゃららみたいなパッケージのパックの材料を用意して、そのパッケージに入っているソースを絡めるだけで、火を通して絡めるだけでお料理ができるよっていうものシリーズだったと思うんですよね。ただね、覚えてるのがブロッコリーの量が結構多すぎて水分がほとんど吹っ飛んじゃったなーっていうものだったと思うんですよ。結構そのソースの量が少ないというか、さっきもお伝えしたようにブロッコリーの量が多すぎてほとんどブロッコリーが吸収しちゃったんですよね。で、熱を通すといわゆるその蒸発もしちゃうじゃないですか。で、結果的にほとんどその水分が残らなかったような記憶です。なので結果的に最終的にね、パスタと絡めるんですけれども、絡めるのも諦めたような気がします。味はっていう感じだったかな。ほとんどソースがないので青臭かったような感じがします。でも食べられないというわけではなかったので食べましたけれども、ちょっと失敗だったかな、このパスタは。パスタ自身はちょっとごま油で炒めたような気がします。パスタって茹でたてがもちろん美味しいとは思うんですけれども、僕の場合って先にパスタを茹でておいて後からソースを作るんですよ。というのはそんなにうちお鍋がないので、一つのお鍋使って洗ってそのお鍋で次使うというような方法を結構するんですね。今回のパスタもその流れだったと思うんです。ですからパスタを茹でてソースが出来上がった頃にはパスタが結構その水分が飛んでしまってて、麺と麺がくっついちゃってる状態だったような気がするんです。ただどこかインターネット本かな、書いてあったんですけれども、茹でたパスタにサラダ油を絡めておくとひっつかないよみたいなことが書いてたような気がして、確か実践したような感じがする。あんまりその辺の結果も覚えてないんだけれども、ただサラダ油をかけてない時よりはサラサラだったような気がします。ぜひ一度お試しあれ。皆さんだったら多分ねもうご存知だと思うんですけれども、あんまりそのパスタを作らない身としてはこういう方法っていうのは結構画期的だったりするんですよ。パスタを作らない身というよりはあんまりね他のヌードル系と比べるとパスタって茹でる時間が長いんですよね。なので時間のかかる料理ってあんまり好きじゃなかったりする時があったりします、気分的にね。ただどうしても手間暇をかけて、以前のうなぎみたいに手間暇をかけても食べたいっていうものがあればそれはそれでいいんですけれども、このパスタはそうじゃなかったような気がするんだよな。味は置いといたとしてこんなお料理でした。
ほんで次はこちらです。確かこれはアジのタッタ揚げ。アジを買ってきて、そこに片栗粉をまぶして焼く。油、ちょっとの油でいいです。ちょっとの油で焼くという感じだったような気がする。でね、アジも下味を今回はちょっとつけたんですよ。醤油とみりんとでちょっと生姜とか入れたかな。それを混ぜたものにアジを数時間つけておいて、タッパーなんかに入れてね、冷蔵庫の中でつけておいて、片栗粉をまぶしてタッタ揚げにしたと思うんです。これはね、結構美味しかった。上にかかってるのは野菜あんかけなんですね。玉ねぎ、人参、もやし、ネギ、いわゆるその野菜を炒めて、これも片栗粉片栗粉攻めだね片栗粉を水で溶いて中に入れて、で確かおだし、かつおだしかな、かつおだし、醤油、ほんでもってまたみりん、塩コショウで味をつけたあんかけだったと思うんですよね。ただね、味は美味しかった。であんかけも美味しかった。もやしがね、これちょっと傷んでたんですよね。以前も話したかな。もやしってちょっと傷むと香りがね酸っぱくなるっていうのかな。ああなってくるとなかなか匂いが落ちないんですよ。僕はそのごま油とか、生姜で匂いを消そうとするんですけれども、何か皆さんの中でもやしのその消費期限がちょっとこう過ぎちゃったとかで発する匂いを取るいい方法があったら教えてください。なのでアジは美味しかったんですけれども、アジのタッターには美味しかったんだけれども、あんかけはもやしは、ちょっと残念だったような料理でしたね。上にネギをこうちょんちょんと、このネギは生のネギを使ってます。火を通したネギでもいいんですけれども、やっぱりその匂いとか少しこう食感、とかっていうのを残したかったので、生のネギを切って上からかけております。このアジのタッタ揚げはね、もっと別の方法のソースタレをかけてもよかったかなって思います。お酢をちょっと絡めた、酢醤油じゃないんだけれども、ちょっと甘辛くしたようなソースをかけてもいいかもしれない。ご飯が進みます。白ご飯が進みます。アジって僕サバに次いで結構好きなお料理ではあるんです。好きなお料理というか好きな魚ですね。アジの刺身も美味しいし、アジのフライ、これも定番ですよね。そしてアジの、今回のタッタ揚げ、焼きアジも美味しいですよね。どんな料理をしてもアジって美味しいんですけれども、ちょっとやっぱり臭みがね、青魚ですよね、確かアジって。なので臭みがちょっとあるので、その臭みをなんとかしたいなーって思ってたところ、何か本かなんかスーパーマーケットに行ってる時に何かちらっと見たのかな、タッタ揚げにしようと思ってアジを買ってきて作ったんだと思います。これはね、自画自賛じゃないですけれども、結構成功でした。美味しかった。コツとしては、アジをできる限り一口サイズじゃないんだけれども、一口二口サイズぐらいの小さく切ってから片栗粉にまぶして焼く、揚げるといった方がいいみたい。しっかりと味を染ませてくださいね。染ませるって皆さん染み込ませるって言います？なんかね、僕の住まいというか地域では、染み込ませるのことをいわゆるその、染み込ませる、ちょっとねシュッって言うんですよ。これ方言なのかどうかわかんないですけれども、もし皆さんの地域でも、シュムとか
染み込ませるっていうのがあったら教えてください。ではこちらもパスタですね。チキンとマッシュルームのクリームパスタ。これはね、確か今お伝えした名前、チキンとマッシュルームのクリームパスタっていうパッケージがあって、その中にちょっと追加でチキンとマッシュルームをプラスして入れてパスタと絡めたっていうものだったと思います。でね、チキンはいろんなチキンの部位があるじゃないですか。ももとか、あと何ももとか出てこないももとかあれはい。でね、今回はハラミを使いました。鶏のハラミ。結構ね、鶏のハラミってね、薄いんですよ。これも牛のハラミと一緒で横隔膜とかだったりするのかな。また後でちょっと調べてみよう。鶏のハラミ結構珍しいのかなと思うんですけれども、スーパーマーケットで安く売ってたのでそれを使いました。マッシュルームもスーパーマーケットで、1パック何個ぐらい入ってるかな、6つか7つぐらい入ってて、ホワイトマッシュルームが50円60円のことがあるんですよ。そういう時にぶち当たったと思うんですよね。買ってきてこれ作りました。サラダ油とブラックペッパー、ペッパーって普通の胡椒、僕どちらかっていうとブラックペッパーが好きなんですよね。結構粒の大きいやつをペッパーミルじゃないですけれども、こうゴリゴリするやつね。そんなペッパーミルなんておしゃれなもの持ってないから、小瓶で買うとペッパーミルと一緒になってるようなやつがあるんですよ。それを買ってゴリゴリでやったような気がします。あれね、しばらくほっとくとね、そのゴリゴリの穴がね塞がっちゃうんですよ。だから時々爪楊枝でキュッキュッてやらなきゃいけないんですよね。あれ大変。これはもう美味しかった。単純に美味しかったです。やっぱり作り置きじゃないですけれども、簡単に作れるソースっていいなって思いました。クリームパスタ、ナポリタンとか、あとミートソースとか、いわゆるそのトマト系のものも好きなんですけれども、クリームパスタ、このクリーム系ね、ちょっとこうチーズパラパラっとかけても美味しいですよね。さて続いてはこちら。これはなんじゃらほいというところなんですが、パッと見野菜のごった煮っぽいですよね。これなんですけれども、豚バラナスの黒ごま担々というものでした。これもそういう料理のパッケージがあって、具材と一緒に、煮込めば絡ませれば美味しくできるよというものですね。確かナスがね結構あったんですよね。安く買ってきて、そのナスをどうしようかなって思ってた時にこのパッケージをスーパーマーケットで見つけたと思うんです。ナスって、以前もお話ししたんですけれども、大人になってから好きなものになりまして、天ぷらなんかもいいんですけれども、こういうちょっとこう煮物、っていうもので出てくるのも好きですね。麻婆ナスなんかも美味しい。ちょっとピリッとしてね。確か黒ごま担々なのでちょっと辛かったような気がする。黒ごまの風味を保ちつつ、ちょっとこうピリッとした感じでご飯が進む感じ。お酒にも確か良かったはずだから、晩餐に選んだんですよね。中に入ってるのはキャベツ入れたかな。そしてしめじ、人参。最近ね、キャベツってスーパーマーケット、さっきからスーパーマーケットよう出てくるね。スーパーマーケットのキャベツの千切りがパッケージに入ったもの100円ぐらいで売ってるじゃないですか。あれをよく買うんですよ。めんどくさいから切るのが。でもこの時ってたまたまキャベツ1玉が100円ぐらいで安かったので買ってきて入れたものだったと思うんです。あれでもキャベツも早めに使い切らないとどんどん品質落ちていきますからね。
1玉買ってくるのはいいんです、安くて。でもそんなに頻繁に毎日毎日食べるわけにもいかないから、だんだんと色が変わってくるんですよね。でおそらく結構なんだ日にちが経ってしまってどうしようかなっていうものに関してはこういう料理を作ってたと思うんです。今回のこのキャベツに関してはまだ新しかったと思うんですけれども、そしてしめじ、上に乗ってんのはおなじみの貝割れでございます。そうそう、貝割れ報告以前貝割れの値段について、2度3度と訂正をしてたんですけれども、すみません、もう一回訂正です。貝割れ1パッケージ消費税込みで 10.8 円でした10.8 円って四捨五入で11円なんのかなって、そこまで覚えてないんですけれども、めちゃめちゃ安いです。なのでそういう時に買ってたものだと思います。多分ね、50円60円すると貝割れ欲しいって思う時がないとなかなか買いません。このお料理、豚バラナスの黒ごま担々スープは、しっかりと汁まで美味しくいただきました。黒ごま担々黒ごま担々、はい、豚バラナスのそういえば豚肉って多分ね入ってなかったと思う。その代わりにキャベツとか野菜をふんだんに使ったような気がする。毎回冷蔵庫の中に豚肉があるわけじゃないですからね。だから野菜スープですね、これは。はい、ということで今回のラストはこちらです。パッと見ごっちゃ煮のような感じ。見方によっては肉じゃがという感じに見えますが、おそらく厚揚げをメインとした煮物だったと思うんですよね。冷蔵庫の中に厚揚げがあって野菜がちょろっとあったから、それを一緒くたに煮込んでしまおうというものだったと思います。で僕の家って結構昔厚揚げを甘辛く煮て食べてたんですよ。お袋が作ったものではなくて親父がよくそういうものを作ってたんですね。親父はそんなに料理うまくなく下手でもなくという感じなんですけれども、いろんなものを冷蔵庫に残ってるいろんなものを鍋に放り込んで、醤油とみりんとあとだしかな、ちょっと塩コショウで味付けをして、ぐつぐつ煮込んで食べるという料理をよく作ってたんですよ。でそれをちょっとイメージしながら作ったものじゃないかなと思います。うちでは厚揚げって甘辛く煮て食べることがほとんどなんですけれども、結構ねご飯に合うんですよ。これご飯に合うもので甘くっていうのは私は無理っていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、一回試してみてください。厚揚げはね特に甘辛く煮ると美味しい。白ご飯がよく合う。厚揚げの代わりに木綿、じゃないな絹の豆腐を入れても美味しいです。煮物に豆腐ってね結構合いますから。そして中にこれじゃがいもと人参入ってるかなという感じですね。これは料理のそのパッケージ、簡単に料理作れますよっていうものではなくて、多分完全に手作りしたものだと思います。一回作っておくとタッパーに入れて 2,3 日持ちますんでね。こういう煮物料理って結構好きです。冷蔵庫の後片付けにいかがでしょうか。ということで今回のこちら、煮物ですね。厚揚げの煮物でございました。ということで今回も過去の晩餐から5品選定して皆さんの前でご説明させていただきました。
ちょっと久々だったのでね、僕自身もあれこれどんな感じに喋るんだったかなと思い出しながらだったんですけれども、次回は第5回、また期間を空けて、やっていきたいなと思いますので、どうぞ皆様お時間がございましたらまた聞いてってくださいね。それでは良い晩餐を皆さんもお迎えください。美味しいご飯で幸せな時間過ごしてくださいね。ほなほな、では皆様よろしゅうに。